こんにちは、あやこです。今日はシナモンさんからいただいた質問です。スタンフォード大学の博士課程に合格できた理由を教えてくださいという質問でした。私が考える理由には3つあります。1つ目は研究の実績があったこと。2つ目はステートメントオブパーパスのクオリティが良かったこと。最後3つ目は推薦状の内容が良かったことです。今日は一つ一つ皆さんにご紹介していきたいと思います。では一つ目の理由です。博士課程というのは研究を行う場所なので、大学側としてもそういった研究をある程度独立してできる人に来てほしいと考えていると思います。研究というのはつまりリサーチクエスチョンを組み立ててデータを取ってきて、でデータを分析してその結果をまとめる、そういった一連の研究作業をある程度独立してできる人に来てほしいと学校側は考えていると思います。ですのでこれまでの学歴や職務経験においてそういった研究の実績がある人というのは高く評価されるのかなと考えています。私の場合は UC バークレーの修士課程で行った研究を博士課程でも続けたいと思っています。修士課程で行った研究をもとに私はマニュスクリプトを書いて BMC パブリックヘルスというジャーナルに投稿してファーストオーサーとしてパブリッシュすることができました。また ACM コンパスという国際会議でも一人でポスター発表を行ったりしました。そうした研究実績が評価されたのかなと考えています。また、研究とは別に博士課程で希望する研究内容と関連した過去の職務経験というのも評価されたのかなと思っています。例えば私はアフリカなどの途上国における大気汚染が母子保健にどのように影響しているのかというのをデータサイエンスや衛星データを使って調べたいと考えています。こうした研究への関心というのは過去に国連で働きながらアフリカでプロジェクトを立ち上げて実施した時の課題意識から来ています。また現在も UN グローバルパルスというデータサイエンスを人道支援に役立てる組織で働いていますので、こういった関連する職務経験というのも、研究実績に加えて、評価されたのかなと思います。では2番目の理由です。博士のステートメントオブパーパスでは修士とは違ってやりたい研究テーマについてなるべく具体的に語る必要があります。その点私はなぜその研究に関心を持ったのかという動機、これまでどのようにその研究テーマに取り組んできたのかという実績、博士課程で行いたいと思っている研究内容、そして博士課程取得後に実現したいこと、それぞれについて具体的かつ簡潔に語るようにしました。動機についてはこれまで国連で働いてきた中で感じた課題意識をもとに具体的に書きました。実績については UC バークレーの修士課程で行った研究について語りました。そして博士課程で行いたいと思っている研究内容については、なぜそのスタンフォードでなければならないのか、なぜその学部でなければならないのかということについて具体的に語るようにしました。つまりスタンフォードのその学部のその指導教員でないと私のやりたい研究は実現できないんですというように熱く語るようにしました。書いたステートメントオブパーパスは友人や教授合計8名ぐらいの人にレビューしてもらいました。例えば友人のお母さんがハーバード出身の弁護士さんなんですけれども、その方にも見てもらったりしてとにかく広くお願いしました。経過報告とお礼は忘れないようにしています。さらにですね、スタンフォードにしか私は応募しなかったので、他の大学用にステートメントオブパーパスをカスタマイズする必要がなかったので、
とにかくそのスタンフォードのその学部向けにステートメント・オブ・パーパスを完成させていって、なるべくクオリティが高いものを、作ることができたのかなと思っています。では3つ目の理由です。博士課程ではアカデミックなリサーチ能力をアピールする必要があるので、推薦状も大学の先生やリサーチを行った職場の上司の方に書いていただくのがいいと思います。私の場合は UC バークレーの教授2名と、あと東大の教授1名に書いていただけました。実は妊娠中に東大の大学院を受験して2019年から1年間通っていたんですけれども、ロータリー財団から奨学金をいただくことができて UC バークレーに入り直しましたが、その後も東大の先生といい関係を続けることができたので、推薦状を書いていただけてとても感謝しています。よく推薦状のクオリティが大事と言われると思うんですけれども、私個人的には大学の先生や職場の上司からリサーチスキルについてポジティブに評価していただければ大丈夫かなと思っています。ですので皆さんもそういったリサーチスキルについて書いていただける人にぜひ推薦状をお願いされてみてください。はい、以上が私が考える合格できた理由3つです。私が合格できたスタンフォード大学の博士課程には200名以上が書類を提出して17名に絞られ、その後8回程度面接を経て最終的に9名が合格しました。また面接対策については次回のビデオでご紹介したいと思います。これから博士課程を目指される方はぜひまず研究の実績を残すこと、ステートメント・オブ・パーパスで具体的にやりたい研究を語ること、そして推薦状でリサーチスキルについて評価してもらうこと、この3つが重要だと思います。また質問は Twitter やインスタで受け付けてますので、お気軽にご連絡ください。この YouTube のチャンネル登録もお願いします。それではありがとうございました。